full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such aはい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。最近ですね、すごくタイムモアが新商品が続々と出ておりますけども、何回か前にね、僕の方でやりました C3 という機種がありました。同じくですね、コラボでやらせていただきました X ライトというね、ものもやりました。今度はね、その X ライトもまた個別でね、動画を出そうかとは思うんですけども、今回ちょっとやりたいのはその2つが結構注目されていて、ちょっと影に潜んでいるもう一つ出たものがあるんですね。それがこちらでございます。これですね、今までこれ知ってらっしゃる方いると思うんですけど、 G シリーズの方ですね。今まで G1 というのが出まして G1 プラスというのに、変わりまして、今回ですね、その C3 と X ライトと同時期に、日本で発売されたのがこの G3 という機種になってます。今日はこれをねちょっと見ていきたいと思います。もともとこういった出てたのがね、これ G1 プラスなんですけど、これの前にもう一個 G1 というのが出たんですね。もうほんと第一世代の時ですね。なんかは例えばそのタイムモアのナノ、はい、ちょうどありましたけど、タイムモアナノがね最初に第一世代として出てきた時に、ナノとナノ S と、そして G1 というね機種が出てきたんですね。結構ね、要はこういった高性能馬を持っているちょっと上位機種みたいな、当時のね、なんかこうウッド調のなんかがたいがしっかりしたような感じで、少し高級ラインといったような感じでね、この G シリーズというのが出てきたんですね。そっからですね、第2世代、僕の中では第2世代っていうふうに思ってるんですけど、スリムプラスが出てきた時代がありました。その時に出てきたのがこの G1 プラスというね、そういったものになってます。刃はですね、中はねこう金のね刃に変わったんですよね。で形状もねちょっと変わって、他の機種とはなんかちょっと違う路線に行ったっていうのがこの G1 プラスというタイプだったんですよ。でそうやってる間に C シリーズが出てきて、結構ねコスパが抜群でドーンっていう風にね、そっちはそっちですごい有名になったんですよね。で今回第3世代、という位置づけで、僕の中でね、今回出てきたのがその C3 と X ライトと、そして何気に実は出ていたのがこの G3 というね、そういった流れになります。それが今までのねタイムモアのある意味簡単な流れになってきます。でね、今日はねこの G3 をどういったことが変わったのかなということと、簡単にね弾いてみようということと、やってみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル、登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。今回なんですけど、これ G3 ですよね。これが G1 プラスなんですけど、一応比較のためにね今回、C3 も持ってきました。今回の G3 G1 プラスに比べてまずボディのカラーがね違いますよね。これね真っ黒なんですよ G3。これね昔の G1 を思い出すんですよね。 G1 だった頃で、これね難しくて、タイムモアというメーカーはですね、これ G1 プラスなんですけど、ちょっと緑がかったボディしてるんですよね。これもねちょっと G1 の流れなんですけど、一番最初の頃に出た G1 という機種はこういったね真っ黒のねボディしてたんですよ。まさにこんな感じだったんですね。でその後にですね G1 なんですけど、ボディのカラーがこの若干緑がかった、もうちょっと灰色だった記憶はあるんですけどに変わったことがあったんですよ。ただそれは機種が変わったとかマイナーチェンジとかそういう話は一切ない状態で、突然こういった色に変わったんですよ G1 自体がね。っていうのがねまず流れとしてありました。その一番最初の機種のねボディに似てるんですよね、この G3 って。G3 もひょっとしたら今後ね、こういったちょっと緑がかったボディに変わる可能性はあります。それね結構ね予告はないので、メーカーからっていう可能性なんですけど、現時点最初に僕がねこう日本に来たものを見た限りではこういった感じになってますよといった感じですね。で、早速見ていきましょうか。今回実はこの G3 というのは刃が S2C という刃ですね。
それって実は C3 の刃と同じなんですよね。まずそこを見ていきましょうか。はい、ちょっとねばらしてみました。はい、今回 G3 に入っているのがこの刃ですね。6枚刃のこういった形状になってます。こっちが C3 に入っている刃ですね。まあ一緒ですよね。普通今回ね同じ刃を搭載してます。S2C というねそういった形状になってますね。660のスペックもそうですね、同じですね。で合わせた感じ、同じ形状ですね。はい、ということなので今回第3世代、まずここで C3 の刃、そして G3 の刃は同じ刃を使っているといった感じになります。はい、次に、第2世代として出てきました G1 プラスをですねちょっとばらしてみました。実は G1 プラスというのは刃がねだいぶ変わったんですよね、第1世代から比べると。5枚刃通常刃のちょっとこう金になった感じ、これねチタンコーティングだと思うんですけどもの刃に実は変わっていたんですよ。この刃をね持ってるのが当時はやっぱ G1 プラスだけだったんですね。でもともとそのナノ S というタイプがチタンコーティング刃ではあったんですけども、この刃とは違う刃だったんですよ。で金だったんですね。なので G1 プラスはちょっと独自路線を行ったっていうようなねそんなイメージがありました当時ね。今回これを踏襲するのではなくて、新しくタイムモアが開発した S2C というのになったということなんですね。ただですね、第1世代の時の G1 だった頃というのは、まさに、こういった、C シリーズはなかったですけど、ナノのね、いわゆるその当時の高性能刃と言われるものを搭載してボディがこういうふうになんか重厚感があるようなそんな感じで出てきたのが G1 だったんですよね。ちょっとそのボディ感とかなんでしょう、こういったデザインっていうんですかねっていうのがいいという方に同じ刃でが出てきたよというのが G1 だったので、なんかその当時の位置づけに戻ったのかなっていうのが僕のね、第一印象になります。これ昔からその G1 が好きだった方にとっては意外と朗報なんじゃないかなというふうには思ってます。で、引き目なんですけども G3 はですね、この間僕が C3 の時にやった引き目と全く同じです。ちょっと画像を載せます。これって C3 の引き目と全く同じなんですよ。エスプレッソが7から8、パワーオーバーが13から16、フレンチプレスが17から20。そりゃそうですよね。同じ刃なので当たり前の話なんですけども、新しくなった G3 とね、この G1 プラスの、ざっくりとした引き目の違いをちょっとねやってみたいと思います。引き終わりました。こっちがね G3 になってますね。こっち側が G1 プラスという感じですね。で引き目なんですけども、こちらね一番下が、設定上一番、細い引き方という感じですかね。 G3 の方が設定7で引いたものになります。 G1 プラスの方はですね、一応設定上6というのが一番最小なんですけど、ちょっとね今回6でやったらほとんど引けないぐらい細かったので、8の、引き目になっております。ではねちょっと見ていきましょうか。 G1 プラスですね、こっち。なんでしょう、ほとんど分かんないぐらいですかね。でもなんかC3 の時にも思ったんですけど、このね引き終わったこの細引きもねすごいふわふわしてるんですよ、こっちの方がね。
なんでこの感覚の違いがその精度の差なのかどうかっていうのはなかなか難しいんですけど、 S2C という刃を積んだね、このタイムモアの新しい第3世代の新しい刃っていうのはね、かなり僕はすごいなとは思ってます。ではね、次ポアオーバーの方行ってみましょうか。 G3 の方は、こっちですね、ポアオーバー用の15の引き目にしております。 G1 プラスの方はちょっとね、ポアオーバー用のレンジが広いんですけど、一応ね19というね引き目になってます。ポアオーバー用の平均な感じですね。では見ていきましょう。粒の粒度という意味では、やっぱりねばらつきが少ないのはやっぱ G3 の方ですね。まあ完全に同じ引き目というのはねなかなか難しいんですけど、大体これ同じ感じですよね。なんですけど粒度的にはまあ違いがやっぱりあるのかなという感じの印象は受けます。ではフレンチプレス用ですね。 G3 の方は20ですね、20クリックのところで引きました。 G1 プラスの方は27クリックという引き目になっております。一応ね説明書上一番粗い引き目というそういった感じですね。ではまずこの G1 プラス見ていきましょうか。今回ね G3 の一番粗い設定のとこですね。はい、こんな感じになってますね。これは明らかですけどね、C3 と C2 の時の違いも結構ね顕著だったんですけど、粗挽きの方の精度が増してますよね。この第3世代の刃というのは今回 G1 プラスそして G3 の比べでもやっぱり粗挽きの方がだいぶ精度が G3 のが上がってるかなといったそういった感じになりますね。やっぱりね今回その第2世代の機種たちと第3世代の機種たちというのはやっぱり明らかにその精度が上がったんだろうなという、やっぱりこれもね G シリーズを比べても同じ印象になりました。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はねこちらのタイムモア G3 を見てきました。僕のね最初の頃から一応タイムモアをね見てきた感じからすると、第2世代の G1 プラスになった時にですね、ちょっと G1 という機種が少しなんかこう迷いが生じちゃったのかなと思ったんですよ。なんか新たな方向性としてね出た時にこの G1 という存在が少しなんか中途半端になっちゃったのかなっていう、そんなイメージが実はあったんですね。それが今回の第3世代 G3 になってですね、もともとのその G1 の位置というものになんか戻ったようなそんなね感想になります。このね外装がいつまでこのね真っ黒のやつかは分かりませんけども、中身としてはそのこれからのどんどんスタンダードになっていくかなという刃を搭載してるんですけども、同じ刃なんですけどこういった下がウォールナット、上がねこういった重厚感あふれるこういったデザインっていう、ある意味そのデザインそしてボディ感重厚感という意味での高級感漂う機種っていう、なんか一番最初の G1 のようなイメージに戻ったかなっていう感じがします。豆によっては 30g ぐらい、1回で引けるという容量なんですね。基本 25g ぐらいだと思います、これはね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。